も最強無敵の復讐者ちゃんです。レベル1異物なし縛りの続きいきます。標的はどこよりブラ。難敵中の難敵ね。パーティーは復讐者3人。だったんだけど1人がすぐ離脱しちゃった。出撃中はわからなかったけど後で戦果履歴見たら間違えて異物装備しちゃってたみたいね。やり直しも考えたけどこれもまた出撃。とりあえず2人でやってみましょう。特に苦戦はせず2日目夜へ。だけど最大の問題が一つ。狙われにくくなるが一つも出なかったこと。武器は鈴と攻撃命中時 FP 回復、それにクロスボウもレアまで強化してあるから悪くはないけどね。どの罪人が出てくるか次第か。よりボスはシリレイの鳥。まあこの前もソロで戦ったし問題ないでしょ。HP 半分までは順調に削る。ハゼル霊園も大丈夫。事前にしっかり安全地帯をキープできてるわ。あ、古騎士の運用。それの回避策はまだ。星。やっぱり遠距離回避は無理？疾走ジャンプでも。思い切って近づくしかないの？ありがとう。この前のソロやってシリレイの研究しなきゃとは思ってたんだけど今回まで時間がなくてまだできてないのよね。動画投稿よりそっち優先すべきだった。やぴ。ごべーん。普通に回避ミスった。さすがにこれじゃ厳しいか。と思ったけども。もう一人の復讐者さんがうまい。シリレイの攻撃をひたすらかわし続けてるわ。古騎士の運用はどうする？ここでアーツ。救助と回避を言ってて。素晴らしい切り方ね。回避できない攻撃がある以上短期決戦よ。FP 気にせず鈴を鳴らしまくるわ。今ハゼル霊園はやばい。アンチわからん。ここはアップなー。今コンマ数秒使うのが遅れたら死んでたわね。でまた古騎士の運用。もう一回疾走ジャンプ試す。いやそもそもスタミナが足りなすぎ。あっちゃがごにゃ。これはさすがに負けか？こっから勝ったらあなたの足舐めます。今のはロックオン箇所が悪かったわね。近距離で頭ロックオンしてるとカメラがグワングワン動いて動きを見誤りやすい。しっかり胴体ロックオンが安定だわ。頭の方がダメージ出るから遠距離だとどうしてもそっちロックオンしたくなるけどね。一瞬で距離詰めてくること考えるとこの距離でも胴体ロックオンしてる方がいいのかもしれない。どっちにしろ今食らったのは単なる連動不足なんだけど。頑張れ頑張れ復讐者さん。負けるな復讐者さん。2分を超える単独戦闘。食らったのは古騎士の運用絡み1回のみ。これだけ上手くてもやっぱりあれは回避難しいのか。なおさら事前検証しておくべきだったわ。私はそこの問題じゃないけど。またしても古騎士の運用に合わせてのアース救助。切るタイミングもやはり完璧。てか今古騎士の運用2回連続で打ってきてなかった？それはちょっと反則技じゃない？シリレイさん。さすがにこれ以上迷惑はかけられない。かといって攻撃かわし続けるのも無理。とにかく鈴を鳴らして削り切るわ。初めてのダウン。ここまで頑張ってくれた彼女の思いを無駄にしたくない。お願い頑張って、フレデリック、そしてジュレイちゃん。ここでハゼル霊園は良好、しっかりアンチの N をキープ済み。FP 切れに気づかず鳴らそうとしてることからも焦りが見て取れる。あとちょっとだからお願い。よっしゃー。イェイ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 。とんでもなく足を引っ張ってしまったわね。最強無敵の名はあなたにこそふさわしかったわ。私ももっとしっかり修練を積まないとね。さて3日目。シリレイにはなんとかかったものの狙われにくくなるが一つもないこの苦境は変わらない。HP 最大時カットアップは私が1つ、味方は2つ。なんとか味方にヘイト稼いでもらって私が鈴でダメージ稼ぐのがいいかな。ただリブラは魔力耐性あるからどうやっても鈴では短期決戦はできようもない。かといって鈴より優秀な攻撃手段もないし仕方ない。機械ならクロスボウで FP 節約するぐらいか。当然取引はなし。第2召喚までは FP 温存でクロスボウかな。長くなるだろうけどまあさすがにここでダメージ食らうことはないから。なわこ。次は全デジだ。てか一撃なの？だったら HP 最大時カットアップ持ってる意味。
お世話になります。そんなこんなでようやく第2段階。状態異常もないしここは様子見。さて問題は罪人復讐者の種類。特大来い。違うっぽい。発狂の力付与だから今のうちに攻撃当てたいけど。は？降臨。今のから降臨生えてこなかった？気のせいかな。今回は降臨型と雷の槍型みたいね。まあまあ外れ。嘘、今の当たる？普通に回避できたと思ったのに。あ、これ最後消える前に少し回転しないで発射される時間があるのか。開始位置を把握してなかったせいね。てかそもそも距離的に後ろ下がれば当たらなかったし。いつもありがとうございます。一番ヤバいやつだった。これの蓄積がどうなのかが常よりぐらレベル1縛りの難易度そのものと言っても過言ではない。この時だけは地面魔法陣が本当にありがたい。なんで私の方には来ないのよ。こいつ今の状況をしっかり理解してやがる。やばい、蓄積のタイミングでワープ。ここはアープするしかない。よしなんとか切り抜けた。発狂も無敵時間のおかげでギリ発症しなかったわね。でも今のを見るに間違いなく1ターンだけで発狂確定。それもギリギリじゃなくてかなり余裕で。恐れていた事態ねこれは。長期戦不可避なのに長期戦殺し。また来たけど今度は魔法陣ちゃんと発生。決勝1個取ったら発症しない？あれ？なんか今回短かったわね。もしかしてこれって毎回時間に幅あるの？今更すぎる疑問だけど。とりあえず味方を救助。なかなか攻撃チャンスが少ないわね。今そんな近くにいた？おーい。やっぱり透明になってるじゃないの。終わった。あれ？さまよう祝福持ってたのね、神。ありがとう。再三お世話になります。にしても透明罪人。このバグって修正されてなかったっけ？気のせい？敵がどこにいるのかわからないととてもじゃないけど攻撃タイミングなんて作れないんだけど。しかも降臨黒危険持ちの超長射程型。私の目は前にしかついてないのよ。一見するとリブラと1対1。でも無から降臨が生えてくるから鈴なんて鳴らせません。本当にどうすんだこれ。加点基準が一切見えない。今魔法陣2つなかった？おっと手前に2つ？しかもどっちも即爆発？なんで？ファミリーも出してなかったのに。挙動がわからん。3分以上の単独戦闘の末また復活。ご工場に痛み入ります。でいきなりヤバいの来た。もう終わり？はっちゃ、やっぱこれ長さはランダムなのね。しかもかなりブレが大きい。2回目はしっかり決勝を確保済み。これならどう？ダメじゃない。長いと決勝1個でも足りないのね。こんなのどうしろと。無から降臨もやめろ。乱闘で召喚されたみたいめの降臨型も全く姿見えないし一回これを切るとその後ずっと続くのかな。解決策が見当たらん。こうやってずっとジグザグ走法してても当たるときは当たるのよね。3回目は？許された。降臨がうざすぎる。そっかファミリー召喚すれば位置特定してくれるわね。一時しのぎだけどこれはあり。ただ一番出したいセバスチャンは降臨特攻だから瞬殺されるだろうけど。こらせ。これ無理。今までどんな戦いでも諦めたことはないけどこの戦いには正直定感の念を感じ始めてるわ。リブラの残り HP とこの先何十回の逃れられぬ目のことを考えるとね。ほらまた来た。いくら上手くても発狂と敵攻撃のタイミング次第でいつかどうしようもないパターンに当たってしまうはず。せめて敵が見えてれば私ももう少し粘れるんだけど。今思えば一回は罪人処理試してみてもよかったわね。何回か倒してたら透明じゃないのが出てきたりするかもだし。今回は仕方ない。さすがに条件が悪すぎた。
狙われゼロの敵透明化ではね。せっかく味方が最強レベルに上手かったのはもったいないけど、まあ2人だったのもある式を取り直して次行きましょう。さあ2回目。今回は村あり。味方は復讐者さんと追跡者さん。異物ないことも確認。1日目夜の時点で呪霊鈴、攻撃命中時 FP 回復、狙われにくくなるを確保。なかなかの滑り出しね。収縮地の横に湖ができてたからちょっと水遊びもしちゃったりなんかして。夜ボスムカデーモンはさすがに雑魚。決して油断して死んだりなんか一切してないからじっくり見なくていいからね。はい、奥です。狙われにくくなるも3つ目を確保。したんだけどどうも追跡者さんは拾ってくれないみたいね。とこよりブラは個人的には全員狙われ持っていいと思ってるんだけど違う派閥もあるみたい。狙われ2つで1人は罪人をトレインする戦法ね。ただ個人的には安定は3人持ちなんじゃないかと思ってる。時間は多少かかるけど乱闘さえ起こってしまえばほぼフリーでリブラタコ殴りにできるからね。各自にしっかりした技量と役割への理解があればトレイン戦法もいいんだろうけどね。野良だと他人に期待してはいけないから。ただトレイン戦法するつもりでも一旦は狙われ手持ちに入れとくのもいいんじゃない？ほら途中で捨てることもできるし。そんな圧をかけたら拾ってくれたわ。3つ目の狙われ拾わない人は大体上手いから余計なお世話という説もあるけど。でもレベル1だとどうなるかわかんないしね。選択肢は多い方がいい。FP 切れ。体の関係で使える近接武器なし。今までの判定を生かしてここは素手で殴るわ。多分これが一番いいはず。武器捨てないとすでにできないのがちょっと面倒くさいけどね。2日目収縮地へ移動中。追跡者さんは南の境界行った？さすがに間に合わなくね？ほらって一瞬思ったけど別に死んでもいいのか。ルーンいらないし。どうしてもそのこと忘れちゃう。まだまだレベル1縛りへの適応が甘いわ。雨が痛いから残業厳しいけどその点だけ見るとむしろいつもより無茶できるってことね。2日目夜ボスはルツボ&カバー。これも早送りでいいわね。私だけ唯一の瀕死、しかも2回も、なんてことはないから決してじっくり見ないように。はい、どこでした、と。今回も味方が優秀だわ。私もそろそろルツボの尻尾に適応しないと。さて3日目。二重タリスマンは村のおかげもあって最高レベルに充実してる。全員狙われも持ってるしこれ以上ないし上がりよ。今回も取引はなし。さあ行きましょうか。おは。普通に食らった。なんか下手になった？前回から死にすぎなんだけど。いや違うわね。今までは心臓でも一発は耐えてた攻撃が耐えなくなったから、そういう甘い部分が浮き彫りになってるのね。さっきのシギレイの鳥と同じだわ。さて本番。特大来い。特大復讐者さんもう一体は鎌持ってないから雷の槍かな。それに追跡者罪人もアロレではない。大当たり構成ね。これで負けたらもう勝てることないわ。味方2人とも近接だから攻撃しにくいはず。私が鈴で火力出さないとね。リブラは魔力耐性 20% あるけどそれでもレベル1ならこれ以上の攻撃は少ない。ワープされても近めなら対応できるのが呪霊のいいところ。問題のやつが来た。これテロップからすぐ来ることもあるし、しばらく来ないこともある。持続時間といいランダム要素多すぎるのも厄介なところね。終われ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 なんとか別の攻撃がなくて助かった。でもこれ1回だけで HP も FP もごっそり持っていかれる。どちらかというと問題は FP の方かな。終われ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 どこね。あ、終わった？これ2回で終わることもあるんだ。1回目が来るの遅かったからか。最大時間が決まってるのかな。その後しばらくは安定戦闘。なおこの飛ばした部分だけで5分以上経過してます。しかも今度は即蓄積。テロップ表示しきる前から目開いてんだけど。でも短めだったから耐えた。もう2回目？まださっきのから10秒ちょいしか経ってないんだけど。よくね。アーツ無敵時間でもしのぎきれなかった。アーツでよかったわ。3回目は決勝が拾えるからなんとかなった。時間も短めだったから意味なかったけど。
1回目の蓄積終了から2回目開始までが約13秒。一方2回目から3回目は約17秒。間の長さもランダム性があると考えていいのかな。厄介な要素だらけね。ちょっと、2連続は効いてない。今味方の逃れられぬ目も見えたけど消滅するタイミングが私とは違ってたわね。個人でも長さ違うのかも。これはダメそう。毎回 HP6 割も持っていかれる。本来は 20% だけなはずなのに。いやそれよりは割合ダメージであることを喜んだ方がいいわね。固定ダメなら終わってたもの。怒り状態だから攻撃したかったけど今 SP 回復するわけにもいかない。次の発表でなくなるかもだし。抵抗も残り少ないからね。やばい。このままだと回転決勝と勝ち合う。今回は短かった。危な。今第2のグランド重装ステップ的に回避したわね。当たったら絶対死んでた。3ゲージの味方がいるからアーツ切りに来たけど、すごいゲージ削り、あれは復讐者の呪装。やはり呪装は最強。おかげでゲージ温存できたわ。まあ当たったよ。回転決勝が危ないけど落とし物はいただくわ。1回目は短め。2回目来たけどちょうど魔法陣のタイミング。これは助かる。決勝2個拾えればさすがに。長いパターンでも2個拾えれば耐えるってことでいいかな。3回目は無理そう。ここはアーツで耐え。でも今使うべきじゃなかったかも。ライミンの遠いしリブラの攻撃も来てなかったから発表受け入れてゲージ温存する方が良かった。おっと、追跡者さんが狙われをしてたわね。これはトレイン転向をしようということ。確かに全然乱闘が来ないし、逃れられぬ目のことも考えるとなるべく長引かせたくない。いい判断かもしれない。ただし問題は私の SP がかなり危ういこと。成功は残り2個だけ。火力役はできる限りリブラ殴っておとり役にはアーツさせないようにしたいけど、無駄に鈴鳴らすのも避けたい。難しい問題だわ。少し攻撃できないだけですぐ追跡者さんの方向いてしまう。残り SP は成功1個だけ。あとはこのハルバード頼りきつすぎる。味方はワープ知らせるためにしっかりピン刺すのが偉いわね。私もやらなきゃと思うんだけど、鈴を鳴らすためにいつもと違う持ち方してるから絶対事故る。今回は余裕ある時だけにしよう。ようやく体力半減の試練。追跡者さんがトレイン始めてから明確に殴れるタイミングが増えたわ。トレイン転向、こんなに有効だったか。学びだわ。でも残念ながら FP 切れ。ここからはかなり火力落ちます。てかこういうこと考えるとヘイト維持のために弱くても弓あたり持ち込んどくべきだったわね。完全 FP 切れまで想定できてなかったわ。この位置でカーテンは良くない。かなり狭い範囲に閉じ込められちゃったわね。お回復、おこぼれもらいます。召喚モーション中はダメージ大幅カット。この攻撃はダメージ与えるためじゃなくて FP 回復のためね。ただトレイン役の追跡者さんへの負担は大きい。あっという間に3ゲージに。普段と違ってクローショットも1回のみ、スタミナも少ないからね。トレインする難易度も全く違うでしょう。なんとか隙を見つつ殴ってはいるけど、回転決勝やめてくれ。ただでさえ近接慣れてないのに。ピン打ってみたけど遅すぎて全然意味ないわね。味方のところに飛んだんじゃなくてよかった。おわ、ライミン、よほ。なんか知らんけど耐えた。敵狙いの魔法陣じゃなかったからか。威力自体も低いのね。成功きたー。これで戦える。ありがとう。おっとおかわりまで。これだけあれば最後までいけるはず。一切遠慮せず全部もらいます。希望が見えてきたわ。ほら今がチャンスだ。鳴らせしまくれ鳴らし始めてからワープされると悲しい。でも近距離なら OK です。でも連続ワープやめてね。でも近距離なら OK です。それは大チャンス。勝っていけ。
よしよし今ので1000ダメージを受けたわ。その攻撃も美味しい。長い割に避け5分。避けやすいとは一体。でも最後は回り込み、回復より攻撃優先。と思ったけど一旦 FP 回復か。久々の乱闘来た。ここが攻撃の大チャンス。FP 満タンなのに成功使っちゃったー。アイテム切り替えミス。だから成功使った後はまず真っ先に鈴に戻せとあれほど。味方がくれたなけなしの貴重な成功だ。水4連撃が一番嬉しい。こういう数少ない攻撃チャンスを逃さずにダメージ稼いでいきたいわね。しかもカーテンならさらに攻撃できる。追跡者さんのカーテン阻止も素晴らしい。トレイン中なのによくやるわ。ここで最大のピンチ。一人落ちてる状況で逃れられぬね。おい、アークで逃れようと思ったのに短いのかい。無駄に使っちゃったわ。2回目。決勝はあるけど。うわ罪人。これはやばい。セーフ。ギリギリで止まってくれた。2回目が長かったから3回目は短かったりしない？そんな甘いわけもなく。いやでも今のはぴったりちょうど8勝だから短いパターンか。私の耐性が低すぎるだけね。これで聖杯もゼロ。FP は残り成功1個分のみ。無駄にした1個のせいで負けたりしたらマジで引きずるわよ。復讐者さんがリブラを引きつけてくれてる間に救助。追跡者さんがやられた時は味方復讐者さんが毎度狙われ落としておとりに徹してくれてるみたいね。私もそういうのやるべきなんだろうけど。一回武器落とすと後で見つからなくなるのが怖いのよね。実際何度か経験してるし。3日目だけアイテムピンが永続してくれるようにならないかしら。ここでついに FP 切れ。本当にもう FP はない。やっぱり無駄遣い響いてるじゃない。味方に渡しても無駄でしょうね。発狂で FP 枯渇してるだろうし。あとはこのハルバードでなんとかするしかない。しばらく殴れば FP 回復してまた撃てるようになるしね。復讐者さん、ここでオリチャー発動。追跡者さんが捨てたこの狙われ、私が持っとくのありじゃない？ 2 つ持てば狙われマイナス18。追跡者さんが落ちた時もすぐにトレイン状態に持ち込める。味方への負担は大きくなるけどそもそも2人ともここは俺に任せろタイプだから大丈夫なはず。乱闘始まったらすぐ落として追跡者さんに拾ってもらうのもあり。残りは本当にあとちょっと。その出血は神。決め切りたいけど、焦りは禁物ね。機会を待てば必ず攻撃チャンスは来る。ちょっとピンチだけど味方のアース。そしてリブラは召喚モーション。ここがチャンス。でも私は通ってアース士乗らなかったからあんまり危険なことはできない。俺に行け。でそっちじゃない。罪人も近いから怖いし。うろうろ、うろうろ。ナイス。やったー。イエイイエイイエイイエーイ。長い。あまりにも長い戦いだった。戦闘時間およそ44分。1日目2日目の合計を軽く超えてきたわね。ありがとう2人とも、またリムベルドで会いましょう。さてとこよりブラは2戦目で勝利。だけどかなり苦しかったわね。やはりメインウェポンの呪霊鈴に対して耐性があるのがきつい。FP も味方の成功全部もらってすら足りなかったし。いや無駄遣いしてなかったら足りてたかもだけど。それでも勝てたのは味方が頑張ってくれたからね。途中から罪人はほとんど追跡者さんが、落ちた時は復讐者さんが引き受けてくれたから私は安全に鈴を鳴らすことができたわ。ただ FP のこともあってあんまり積極的にはならせず、そのせいでリブラのタゲがおとり役に向いて結果的にたくさん瀕死を生んでしまったわね。可能ならもうちょっと近接攻撃も入れていくべきだったかな。死ぬのが一番ダメだからしょうがないところはあるけど単純にリブラと近接戦闘の経験が少ないのが問題なのかも。今後の反省点ね。あと罪人のチョイスが優しめだったのも勝てた要因の一つかな。復讐者が両方祈祷型で追跡者も大弓型だったら、さすがに厳しかったかもしれない。今回を逃さず勝てたのは良かったわ。次も頑張りましょう。では今回もご視聴感謝、また見てね。